先輩ジャパニーズカフェへようこそ。うさぴょむです。どうも、にわとりです。あれ、今日は何か持ってますね。じゃーん。求人情報誌、駅でもらってきたの。おお、バイト探しですか。そう、新しいバイトを始めようと思って、でも見方が全然わかんなくて。わかります。求人票って独特の言葉が多いですからね。それに面接も久しぶりだから今から緊張しちゃう。じゃあ今日はバイト探しから面接まで丸ごとやりましょうか。本当、助かる。探し方、求人票の読み方、応募の電話、履歴書、そして面接。全部行きましょう。あ、その前に前回の振り返りね。はい、前回は年金と健康保険の話でした。持ちつ持たれつって言葉やったよね。お互いに支え合うって意味でしたね。制度の話は難しかったけど、ためになったな。今日はもっと身近な話なので気楽に行きましょねえ、そもそもなんだけどさ、日本ってバイトしてる人すごく多くない？う。多いですね。学生も主婦の人も掛け持ちの人も。だよね。コンビニもカフェもバイトの人が支えてる感じ。はい、だから求人もいつもどこかで出ています。でもさ、始めるまでが大変なんだよ。どのあたりが大変ですか？まずどこで探せばいいかわかんない。やっと見つけても求人票の言葉が謎。時給とかシフトとか。そうそう。で、電話するのも怖いし、履歴書も面倒だし。最後に面接が待ってますからね。そう、壁が多すぎるの。実はこの相談、外国から来た友達にもよくされるんです。わかる。私の友達も探してた。日本語は話せても求人の言葉と面接の作法はまた別の勉強ですから。確かに、教科書には載ってないもんね。なので今日は探すところから採用の後まで順番に歩いていきます。よし、ついていきます。途中で留学生に大事なルールの話もしますね。じゃあまず探し方からいきましょう。うん。みんなどこで探してるの？一番多いのはスマホの求人サイトやアプリですね。やっぱりそうか。地域と職種を選ぶとずらっと出てきます。職種っていうのは仕事の種類のことだよね。そうです。飲食、販売、軽作業、いろいろあります。軽作業って何？倉庫で品物を仕分けたり、箱に詰めたり、体を使う簡単な作業です。へえ、日本語が少なくても始めやすそ会話が少ない仕事から始める人も多いですよ。う。なるほどね。それから昔ながらの方法ですが、店の張り紙。見たことある。スタッフ募集ってやつ。そうです。あれの良さ、わかりますか？家から近いってこと？それもあります。もう一つは、店の雰囲気を先に見られることです。確かに。働く場所が想像できるね。客として一度行ってみるともっとわかります。偵察だ。あとは友達の紹介ですね。それ一番安心かも。中の様子を教えてもらえますから。学校の掲示板に求人が貼ってあることもあります。留学生なら学校経由が安心だね。そうですね。学校は変な求人を貼りませんから。ねえ、求人でよく見るキューボって何？急いで募集しているという意味です。人が足りてないってことか。はい、だから採用も早く決まりやすいです。なるほど。早く働きたい人にはチャンスだ。その通りです。探す時のコツって何かある？一番のおすすめは通いやすさで選ぶことです。家から近いところ。はい。時給が少し高くても遠いと続きません。それ経験ある。前に電車で30分のところにしたら雨の日に行くのが嫌になっちゃって。正直ですね。でも本当にそういうものです。続けられる場所選び大事。仕事の内容と場所と時間、この3つのバランスですね。ねえ、そもそもどんなバイトがあるのか種類も知りたいな。いいですね。じゃあ定番のバイトを向き不向きと一緒に見ていきましょう。バイト図鑑だ。まずは王道、コンビニ。レジでしょ？レジだけじゃないんです。品出し、揚げ物、宅配便の受付、公共料金の支払い。聞いてるだけで忙しい。そう、コンビニは意外と何でもや。いろんな仕事を同時にやる力が育ちます。日本語もいろいろ使いそう。接客の日本語を
全部盛りで学べます。その分、最初は大変ですが、鍛えられる系ね。次はカフェやファストフード。私の憧れのやつ。ファストフードはマニュアルがしっかりしているのが特徴です。マニュアル、手順書ね。言い方も動きも決まっているので、覚えれば安心。外国から来た人にも始めやすいと言われます。型があるって心強いもんね。居酒屋は夜が中心。声が大きい人、賑やかな場所が好きな人に向いています。まかないが美味しい店も多いって聞く。多いです。ただ、深夜まで入ると次の日に響くので、学生は時間の管理が大事です。ふむふむ。会話が少なめの仕事はスーパーの品出しや倉庫の経営作業ですね。黙々とやるタイプ。はい、日本語にまだ自信がない時期の最初の一歩にもいいです。働きながら耳を鳴らして次は接客に挑戦とか。いいステップですね。それから朝方の人にはホテルの客室清掃。朝が強い人向け。午前中に集中して働いて、午後は自由。学校と両立しやすい形です。へえ、時間の使い方で選ぶのもありなんだ。大ありです。あと、留学生に人気なのが母語を生かす仕事。母語、自分の国の言葉ね。観光地の案内、お土産屋さん、語学の先生。海外からのお客さんが多い場所では強みになります。日本語プラス母語で二刀流だ。自分にしかない武器ですから、求人でアピールして損はないです。なんか選べる気がしてきた。大事なのは、人気の店より自分の生活と性格に合う店です。夜型なのに朝のバイトを選ぶと辛いもんね。続かない一番の原因です。自分の1週間を紙に書いて、空いている時間から逆算しましょう。生活が先、バイトが後。その順番さえ守れば、バイトは生活を豊かにしてくれますよ。じゃあ次、求人票の読み方教えて。はい、まず一番目立つのが時給ですね。1時間あたりの給料ね。そうです。日本のバイトは時給で書くのが普通です。時給の横にたまに小さい字で何か書いてあるよね。いいところに気づきましたね。研修期間ありとか。研修期間って何？仕事を覚えるまでの練習の期間です。ふむふむ。その間は時給が少し低いことがあります。へえ、そうなの。はい、だからいくらでいつまでか、そこを確認するのが大事です。なるほどね。他に見るところは交通費です。交通費支給と書いてあれば、電車代やバス代が出ます。支給って払ってくれるってことね。そうです。ただ上限があることも多いです。1ヶ月にここまでみたいな。はい。一部支給なら全額は出ません。細かいな。でも大事だ。それから飲食店だとまかない付きというのがあります。あ、まかない。知ってる。ご飯が出るやつでしょ？そうです。無料のところと安く食べられるところがあります。まかない目当てで選ぶ人もいそう。いますよ。一人暮らしにはかなり助かりますから。食費が浮くもんね。次にシフトの言葉です。週2日から大丈夫とか。シフトって働く日と時間の予定表のことだよね。そうです。シフト自由、シフト応相談なんて書き方もあります。応相談って相談に応じます。つまり話し合って決めましょうという意味です。へえ、じゃあ学校がある日は入れないとかも相談できるんだ。できます。むしろ先に伝えるべきですね。早番遅番っていうのも見た。朝からの担当が早番、夕方からの担当が遅番です。なるほど、交代制ね。あとよく見るのが未経験歓迎。経験がなくても大丈夫ってこと。そうです。反対に経験者優遇は経験のある人を優先しますという意味です。優遇、優しく遇する。字はそうですね。時給を高くしてくれる場合もあります。じゃあ初めての人は未経験歓迎を選べば安心だ。教える体制が整っているお店が多いですから。ねえ、高校生不可っていうのは？高校生は応募できませんという意味です。深夜の仕事などに多いですね。
不可はダメってことか。そうです。条件の欄は自分が当てはまるか先に確認しましょう。求人票読めるようになってきた気がする。そういえばさ、時給って店が自由に決めていいの？いい質問ですね。実は下限が法律で決まっています。加減。最低賃金と言います。これより低い時給は法律違反です。へえ、いくらなの？都道府県によって違うんです。場所で変わるの？はい。東京は1200円台。全国の平均だと1100円ぐらいです。結構違うんだね。生活にかかるお金が地域で違いますから。なるほどね。それと最低賃金は毎年秋頃に見直されます。上がっていくんだ。ここ数年はかなり上がっています。働く側には嬉しいね。自分の県の金額は厚生労働省のサイトで確認できますよ。覚えとこ。それから夜遅くに働くと時給が上がるのは知ってますか？そうなの。夜10時から朝5時までは深夜の割増がつきます。割増。増えるってことね。はい、法律で決まっている上乗せです。だから夜のコンビニは時給が高いのか。そういうことです。でも夜は体がきついから無理は禁物だね。その通り。学業や体調が先ですよ。はーい。次はお給料の受け取り方の話です。毎月もらえるんだよね。ただ締め日と支払い日というのがあって、締め日。給料を計算する区切りの日です。例えば月末で締めて翌月の15日に払うとか。じゃあ働いてすぐもらえるわけじゃないんだ。そうなんです。最初の給料は1ヶ月半後ということもあります。それ知らないと焦るね。なので始めるときに給料日はいつですかと聞いておくと安心です。聞いていいんだ。もちろん大事な確認ですから。振り込みでもらえるの？今はほとんど銀行振込です。だから口座が必要ですね。銀行口座の話は前にこの番組でやったやつだ。よく覚えてましたね。それでね、明細を見たらなんか引かれてることない？天引きですね。天引き。給料から税金などを先に引いておくことです。働いた分全部はもらえないんだ。少し引かれます。ただバイトの金額なら大きくは引かれません。明細はちゃんと見た方がいいね。働いた時間と金額が合っているか、毎月の習慣にしましょう。さて、ここからは特に大事な話です。何？留学生がバイトをする時のルールの話です。友達が言ってた時間の決まりがあるって。そうです。まず前提から、留学の在留資格は勉強のための資格です。働くための資格じゃない。はい。だから働くには別の許可がいるんです。それが例の資格外活動許可と言います。資格外活動許可。長い。資格の外の活動、つまり勉強以外の活動をする許可という意味です。分解すると分かりやすい。これは出入国在留管理庁、いわゆる入管に申請します。入管、聞いたことある。許可が出ると在留カードの裏にその記載がされます。カードの裏見ればわかるんだ。はい、お店の人も応募の時にそこを確認します。持ってないとそもそも働けない。はい、働けません。ここは絶対です。で、時間の決まりっていうのは原則週に28時間以内です。週28時間。1日4時間ぐらいか。そうですね、毎日入るならそのぐらいの感覚です。結構少ないんだね。勉強が本分ですからね。それとここ注意点があります。どの7日間をとっても28時間以内なんです。どういうこと？月曜から日曜だけじゃなくて、水曜から次の火曜で数えても超えてはいけない。それは気をつけないと。週の前半と後半に詰め込むとうっかり超えることがあるんです。うっかりでもダメなんだよね。ダメです。それから掛け持ちの場合、2つのバイトやってる場合ね。全部合わせて28時間以内です。1つずつじゃありません。合算か。そこも間違えそう。自分で足し算して管理する必要があります。夏休みとかはどうなの？学校の長期休みの間は少し緩くなります。1日8時間、
週40時間まで。お、休み中はしっかり働けるんだ。はい。ただしこれも上限付きです。もし超えちゃったらどうなるの？一番困るのは在留資格の更新に響くことです。更新に響く。次のビザが出ないということが起こり得ます。それはシャレにならないね。はい。日本にいられなくなる話ですから、ルールは守りきりましょう。あと働けない仕事もあるって聞いた。あります。夜のお酒の接客のような風俗営業系の仕事はできません。たとえ許可があっても。あってもです。時給が高くても絶対に選ばないでください。はい、ここテストに出るところだ。人生のテストに出ます。細かい条件は人によって違うので、最後は自分で確認だね。はい。入管の公式サイトか学校の窓口で確認してください。よし、働きたい店が決まったとして、次は応募だよね。はい、応募は申し込むことです。今はアプリから応募が主流ですね。ボタンを押すだけのやつ。そうです。ただ、張り紙の店は電話が多い。ここで固まる人が続出します。わかる。電話怖いもん。大丈夫。言うことはほぼ決まっていますから。台本があるんだ。最初の一言はこれです。求人を見てお電話しました。求人を見てお電話しました。そう。これだけでお店の人は全部分かってくれます。便利な呪文だ。続けて、アルバイトの募集はまだしていますか？と聞きます。あ、先に確認するんだ。はい、もう決まっていることもありますから。もし募集中だったら、名前を伝えて面接の日時を相談します。ふむふむ。ここで大事なのがかける時間帯です。いつでもいいんじゃないの？飲食店にお昼の12時にかけたらどうなると思いますか？あ、ランチで戦場だ。そうです。忙しい時間を外すのが最初の思いやりです。何時頃がいいの？飲食店なら昼の営業が落ち着く2時から5時頃が無難です。なるほどね。電話の途中で担当の人がいないこともあります。担当の人。採用の係の人ですね。担当が戻りましたら折り返しますと言われたら、折り返しますって何？こちらからかけ直しますという意味です。あ、そういうことか。じゃあ待ってればいいんだ。はい。知らない番号から電話が来ても出てくださいね。普段は無視しちゃうけど、応募中は出る。そうです。応募中だけは知らない番号が大事な電話です。メモしとこう。アプリ応募の場合はメッセージの返信ですね。既読のまま放置しがち。それが一番もったいない。返信はできれば当日中に。早い方が印象いいもんね。はい。文面は丁寧語で、絵文字は使わない方が安全です。友達へのノリで送っちゃダメか。面接の前から審査は始まっていると思ってください。ひえー、気が引き締まる。決まった日時は必ずメモ。場所と持ち物もです。持ち物って何を持っていくの？それが次の話です。主役は履歴書ですね。出た履歴書。あれ書くの苦手なんだよね。コツを知れば大丈夫ですよ。まず、用紙はどこで買うか。コンビニ。正解。コンビニ、100円ショップ、文房具店、どこでも売っています。最近はスマホで作るのもあるよね。あります。アプリで入力してコンビニで印刷。バイトならそれで十分なことが多いです。字に自信がない人は助かるね。ただお店によっては手書き指定もあるので確認を。で、何を書くの？名前、住所、連絡先、それから学歴と職歴。学歴ってどこから書けばいいの？バイトの履歴書なら高校の入学あたりからで十分です。ふむふむ。留学生の場合は母国の学校を書いて、その後に日本の学校を続けます。国が変わっても時間の順番で書けばいいんだね。その通りです。それから写真。証明写真ってやつだ。はい。駅前の写真ボックスで撮れます。ここで一つ約束があって。何？スナップ写真の切り抜きは使わないこと。旅行の写真を切って貼るのはダメです。ちゃんと撮った写真はそれだけで真剣さが伝わりますから。
見た目より姿勢の問題ね。そして一番悩むのが志望動機でしょう。そう、それ。何書けばいいかわかんない。志望動機はその店で働きたい理由のことです。正直、家から近いからなんだけど。実はそれでいいんです。いいの？バイトの採用で一番大事なのは長く続けてくれるかどうか。だから家が近いのはむしろ強い。強いんです。そこに前向きな一言を足しましょう。例えば、家から近く、よく利用していて、お店の雰囲気が好きだからです。とか、それっぽい。嘘は書かなくていい。本当のことを少し丁寧に言うだけです。それなら書けそう。留学生なら日本語を使う練習がしたいというのも立派な動機です。素直でいいね。あと書き間違えた時、修正のテープで直すのは避けた方がいいです。じゃあどうするの？新しい用紙に書き直します。面倒でもそれが基本です。だからスマホ作成が人気なのか。そうかもしれません。書き終わったら誤字がないか一度見直して。提出の前に確認と。はい、当日は封筒かクリアファイルに入れて持っていくと折れなくて安心です。いよいよ面接の準備だね。はい、まず前日にやることから。前日から準備するんだ。当日の朝に慌てないためです。持ち物を揃えて場所を調べておく。持ち物は履歴書と筆記用具とメモ帳、それから在留カードなど身分を証明するもの。税料カードも持っていくんだ。外国籍の人は働ける資格の確認がありますから、ほぼ必ず見せます。なるほど。忘れたら大変だ。あとは店までの道順とかかる時間、一度調べておきましょう。道に迷って遅刻が一番悲しいもんね。はい、では服装の話に行きます。スーツを着るの。バイトの面接ならスーツでなくて大丈夫です。よかった、持ってないもん。キーワードは清潔感です。清潔感、清潔な感じ。はい、高い服はいりません。洗ってある、シワがない、サイズが合っている。それだけでいいの。それが全部できていれば十分伝わります。逆に避けた方がいい服は、穴の開いたジーンズ、サンダル、派手すぎるから、このあたりですね。おしゃれと面接は別と。そうです。髪も整えて爪も切って。飲食店なら特に見られます。食べ物を扱うから余計にね。はい、香水も控えめに。身だしなみチェック完了。では当日何分前に着くのがいいと思いますか？30分前。実はそれ早すぎるんです。早い分にはいいんじゃないの？お店側にも準備がありますから、あまり早いと逆に困らせてしまう。意外。5分から10分前に着くのがちょうどいいです。じゃあ早く着いちゃったら？近くで時間を潰して5分前に入りましょう。もし遅れそうになったら？分かった時点ですぐ電話です。黙って遅れるのが一番良くない。連絡すれば事故や電車の遅れなら分かってくれるもんね。それと着く直前にスマホの電源を確認。マナーモードにしとくんだね。面接中に着信音が鳴るとお互い気まずいですから。想像しただけで冷や汗出る。店に入ったら最初の一言、面接に来ましたと名前を伝えます。こんにちは、面接に来ました。それから自分の名前だね。そうです。元気にはっきり。第一印象はここで半分決まります。最初の10秒が勝負だね。では面接の中身に行きましょう。来た、一番緊張するやつ。安心してください。バイトの面接で聞かれることは大体決まっています。そうなの？はい、定番は4つ。志望動機、シフトの希望、いつから働けるか、そして経験。4つなら準備できそう。1つずついきましょう。まず志望動機。これは履歴書で考えた通りで大丈夫。家から近くてお店の雰囲気が好きですって言えばいいんだね。はい、次にシフトの希望。週に何日、何曜日に入れるか。ここは正直に言っていいの？正直に言うべきです。ここで一番やってはいけないことがあって。何？受かりたいからたくさん入れますと嘘をつくこと。
後で困るやつだ。入ってから実は入れませんとなると、店も自分も苦しくなります。試験前は減らしたいとかも言っていいの？いいんです。学生なら当たり前の事情ですから。正直が一番と。留学生なら週28時間の話もここで自分から伝えると信頼されます。ルールを分かってる人だって思ってもらえるもんね。その通り。3つ目、いつから働けるか。これは早い方がいいの。早く始められる人は歓迎されやすいですが、無理のない日を言えば大丈夫です。来週からお願いしますとか。はい、4つ目、経験。あれば話す。なければ正直にありませんと言って。未経験でも大丈夫かな？未経験歓迎の求人なら全く問題ありません。そのための研修ですから。よかった。それと、外国から来た人がよく聞かれる質問がもう一つ。なんだろう。日本語はどのくらい話せますか？です。うわ、答えにくい。コツはできることを具体的に言うことです。具体的に。例えば、日常会話は大丈夫です。注文やレジの言葉は練習すればすぐ覚えますとか。おお、前向きだ。完璧ですという必要はないんです。学ぶ姿勢が伝わればそれでいい。ちょっと安心した。答える時の態度も少しだけ背筋を伸ばして相手の目を見て、聞かれたことにはっきり答える。わからない質問が来たら、すみません、もう一度お願いしますと聞き返していい。聞き返すの失礼じゃないんだ。むしろ分かったふりの方が危ないです。確かに仕事でも同じだもんね。最後に何か質問はありますかと聞かれます。それなんて答えればいいの？聞きたいことを聞けばいいんです。シフトの出し方とか服装の決まりとか。特にない場合は大丈夫です。丁寧に説明していただいたので問題ありません。無理にひねり出さなくていいんだ。はい、終わったら本日はありがとうございましたとお礼を言って退出します。最初から最後まで思ったより型があるんだね。型を知っていれば緊張しても体が動きます。だから今日覚えて帰ってください。ねえ、提案があるんだけど。何でしょう？今ここで面接の練習させて、本番みたいに。いいですね。模擬面接ですね。模擬面接。練習の面接ってことね。はい、では僕がカフェの店長役をやります。よし、ドキドキしてきた。聞いている皆さんも自分ならどう答えるか一緒に考えてみてください。じゃあ入るところからやるね。どうぞ。こんにちは、面接に来ました。3時にお約束をしています。はい、お待ちしていました。どうぞこちらにおかけください。失礼します。では始めますね。まず当店に応募した理由を教えてください。はい、家から自転車で10分と近く、よくコーヒーを飲みに来ていました。お店の雰囲気が好きで、ここで働きたいと思いました。ありがとうございます。週に何日ぐらい入れますか？平日の夕方を中心に週3日入れます。土曜も月に2回なら大丈夫です。具体的でいいですね。試験の時期はどうしますか？試験の前の週は少なめにしていただけると助かります。早めにシフトで相談します。正直で助かります。いつから働けますか？来週の月曜から大丈夫です。接客の経験はありますか？アルバイトは初めてです。ただ日本語は毎日勉強していて、注文の言葉は練習すればすぐ覚えられると思います。学ぶ姿勢、伝わりました。最後に何か質問はありますか？はい、シフトは何日前までに出せばいいですか？内浜への月の20日までです。それでは結果は1週間以内にご連絡しますね。本日はありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ここまで。どうだった正直かなり良かったです。特にシフトの答え。平日の夕方中心、週3日ってやつ。数字で具体的に言えると店側はシフトが組みやすいんです。なんとなくたくさん入れます。より強い。ずっと強いです。試験前の相談を自分から言えたのも信頼につながります。褒められた。ふふ。一つだけ付け足すなら、最初の挨拶で名前も言えるともっと良かったですね。あ、本当だ。面接に来ましただけだった。面接に来ました。名前です。3時にお約束しています。ここまで言えたら完璧です。なるほど。皆さんも今の流れそのまま使ってね。台本として
丸ごと覚えてしまうのが一番の緊張対策です。面接が終わったらあとは結果待ちだね。はい。合否の連絡はだいたい1週間以内が多いです。合否って受かったか落ちたかってことね。そうです。面接の最後にいつ頃連絡しますと言われるので、聞き逃さないで。もし期限を過ぎても連絡が来なかったら、こちらから問い合わせて大丈夫です。先日面接を受けたものですが。聞いていいんだ。はい。結果を待つ間に他のお店に応募するのも自由ですよ。同時に受けていいの？いいんです。バイト探しでは普通のことです。じゃあ2つ受かっちゃったら、片方を断ります。それが辞退ですね。辞退、断ることか。はい。辞退で大事なのはたった一つ。分かった時点ですぐ連絡することです。気まずいからつい後回しにしそう。気持ちはわかります。でも店はその人のためにシフトを考え始めていますから。早いほど迷惑が小さい。はい。申し訳ありませんが、今回は辞退させていただきます。これで十分です。理由は言わなくていいの？詳しく言う必要はありません。他のお店に決めましたぐらいで大丈夫。なるほど。じゃあ逆に受かった場合、採用の連絡が来たらお礼を言って、初日の日時と持ち物を確認します。やったで終わらせない。そして働き始める前に労働条件を確認します。労働条件。時給、仕事の内容、働く時間、そういう約束のことです。口約束だけだと後で困りそう。その通り。だから書面でもらうのが基本なんです。紙でもらえるんだ。労働条件通知書と言います。雇う側には条件を明示する義務があります。バイトでも？バイトでもです。もらえなかったら条件を書面でいただけますかと聞いていい。それを嫌がるお店は？正直少し心配なお店です。ちゃんとした店ほど紙の手続きがしっかりしています。見分けるポイントにもなるんだね。はい。それと、もし落ちても落ち込みすぎないこと。でも落ちたらへこむよ。バイトの合否は実力よりも店の事情で決まることが多いんです。店の事情。欲しい曜日に入れる人かとか、すでにいる人との組み合わせとか。じゃあ自分がダメだったわけじゃないんだ。そういうことが本当に多い。縁とタイミングです。次1個、次って感じでいいんだね。はい。数を打てば会う店に必ず出会えますから。じゃあ最後、無事に採用されたとして、初日って何に気をつければいい？初日は3つだけ。早めに着く。大きな声で挨拶。そしてメモ。挨拶はおはようございますっていいの？はい。職場では昼でも夜でも最初の挨拶はおはようございますが多いです。夜なのに？不思議ですよね。その日最初に会った人への挨拶という感覚なんです。面白い文化だな。帰るときはお先に失礼します。お先に失礼します。これよく聞くね。先に帰ってすみませんという気持ちの言葉です。セットでお疲れ様でしたと帰ってきます。お疲れ様でしたは魔法の言葉だよね。本当に。職場の挨拶はこの2つで大体回ります。メモの話もして。初日は教わることの連続です。全部は覚えられません。だからメモ帳。はい。メモを取る姿はやる気の証拠にも見えます。一石二鳥です。わからない言葉が出てきたら、その場で聞くかメモして後で聞く。放置だけはしないこと。分かったふりが一番危ないって言ってたもんね。よく覚えてましたね。それと、仕事は最初できなくて当たり前です。最初から完璧な人はいない。こういう時にぴったりの言葉があります。習うより慣れろ。習うより慣れろ。頭で勉強するより体で繰り返す方が早く身につくという意味です。バイトの日本語もまさにそれだね。はい。レジの言葉も敬語も現場で使ううちに自然と口から出るようになります。教室より早いかも。バイトはお金がもらえる日本語学校なんていう人もいますよ。
確かに一石二鳥どころじゃない。ただ無理は禁物。勉強や体調とバランスを取りながらです。それでさ、もし辞めたくなったらどうすればいいの？辞めるのは自由です。ただマナーとして1ヶ月ぐらい前には伝えましょう。急に行かなくなるのは？それだけはやめてください。連絡が取れなくなるのが店として一番困ります。言いにくくてもちゃんと言う。はい、学業に集中したいので十分通じます。円満にやめればまた戻ることもできますから。最後まで気持ちよくだね。ねえ、せっかくだから働き始めてから使う日本語も少し教えてよ。いいですね。じゃあ接客でよく使う言葉を少しだけお願いします。まず、お客さんが来たら、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これは知ってる。頼まれたことを引き受けるときは、かしこまりました。かしこまりました。わかりましたの丁寧版だね。そうです。お客さんを待たせるときは、少々お待ちください。少々お待ちください。少々は、少しの丁寧な言い方ですね。日常では言わないもんね。戻ってきたら、お待たせしました。謝るときは、申し訳ございません。ごめんなさいじゃなくて、仕事の場では、申し訳ございませんの方が合います。なるほど。あとさ、確認するときの、よろしいでしょうかってあるよね。いい言葉をしてますね。こちらでよろしいでしょうかと使います。いいですかの丁寧版か。はい、この5種類。いらっしゃいませ。かしこまりました。少々お待ちください。申し訳ございません。よろしいでしょうか。接客の5本柱だ。これだけで初日の接客はかなり乗り切れます。逆に気をつける言葉ってある？一つだけ。店長や先輩に了解ですと言いたくなるんですが、ダメなの？よく聞くのに。仲間同士なら自然です。ただ目上の人には承知しましたやわかりましたが無難とされています。微妙なラインだな。正直細かい話です。でも知っておくと丁寧にしたい場面で選べますから。選べるのは強いと。はい、あとは現場で先輩の言い方を真似するのが一番です。耳で盗む、まさに習うより慣れどだ。ここからはよくある質問コーナー行こう。いいですね。バイト探しのあるあるの不安に答えていきましょう。1問目。電話で相手の名前が聞き取れなかった。どうする？すみません。お名前をもう一度よろしいですか？と聞き返します。堂々と聞き返していいんだ。はい。電話は誰でも聞き取りにくいですから、失礼ではありません。2問目。緊張して敬語が崩れちゃったら落ちる。落ちません。即答した。バイトの面接で見ているのは、敬語の完成度より漢字の良さと正直さです。多少間違えてもニコニコ丁寧なら大丈夫。そういうことです。3問目、どうぞ。はい。髪の色って自由なの？お店によります。飲食や接客は決まりが厳しめ。倉庫などは自由なことが多い。気になるなら面接で聞いちゃっていい。髪色の決まりはありますか？は普通の質問です。入ってから知るよりずっといい。4問目。シフトを増やしてほしいとき、減らしてほしいとき。どちらも早めに店長に直接相談です。友達経由じゃなくて直接です。シフトを決める人に伝わらないと意味がないですから。5問目。働いてみたら聞いてた条件と違った。これは大事な質問ですね。まず労働条件通知書と見比べます。ここで紙が聞いてくるんだ。書いてあることと違えば店長に確認。それでも治らなければ相談窓口があります。一人で我慢しなくていいんだね。労働基準監督署という役所や外国人向けの相談窓口もあります。我慢が一番良くない。6問目。バイト先の人と仲良くなれるか不安。挨拶とお礼と笑顔。この3つを続けていれば自然と仲良くなります。特別なことはいらない。いりません。むしろ教えてもらったらありがとうございますを欠かさない人が一番愛されます。よし、最後の質問。
どうぞ。何件も落ちて心が折れそうな時は、一度休んで条件を少し変えてみてください。時間帯、職種、場所、どれか一つ変えると急に決まったりします。同じ場所を叩き続けなくていいんだ。会う店は必ずあります。焦らず淡々とです。さて、今日もいろいろ話しましたが、情報量が多かった。最後に今日の一番のキーフレーズを整理しましょうか。はい、お願いします。今日の話を聞いてどう思いました？正直ね、やることが多くて応募する前からちょっと疲れた。わかります。頭で考えるとどんどん動けなくなるんですよね。そうそう、受かるかなとか、日本語通じるかなとか。そういう時のための言葉が日本語にはあるんです。聞きたい。ものは試し。ものは試し。ものは試し。何でも実際にやってみないとわからない。だからまず一度やってみようという意味です。考えるより試してみようってことね。はい、迷っている人の背中をポンと押す言葉です。どういう場面で使うの？例えば友達がこのバイト気になるけど受かる気がしないと迷っていたら、ものは試しだよ。応募してみなよと言えます。おー、自然。自分の決心にも使えますよ。ものは試しだ。電話してみようみたいに。自分に言い聞かせるパターンね。もう一つ、新しいまかないメニューを勧められたとき、ものは試しに食べてみるかなんて使い方もあります。ものは試しにっていう言い方でも使えるんだ。はい。ものは試しにやってみる。ものは試しに言ってみる。セットで覚えると便利です。ねえ、もう一回ゆっくり言って。ものは試し。ものは試し。覚えた。歌場面の言葉に案ずるより産むが安しもありましたね。あ、前にこの番組でやったやつだ。心配するよりやってみたら簡単ってやつ。そうです。ものは試しはもっと軽くトンと押す感じ。日常会話で使いやすいのはこちらです。使い分けまでわかると気持ちいいね。今日の話も聞いただけでは変わりません。一件応募してみて初めて変わります。ものは試しだもんね。その意です。じゃあ練習してみよっか。はい。一緒に言ってみて。せーの。3、2、1。ものは試し。いい発音。言えました。皆さんも声に出してみてくださいね。今日はバイト探しから面接、働き始めるまでを話しました。長い旅だったね。でも流れはシンプルでしたよね。探して、読んで、応募して面接。そう、それぞれに小さな型があるだけ。型を知ってれば緊張しても大丈夫。留学生の皆さんは週28時間のルールだけは必ず守ってくださいね。そこはテストに出るところでした。私も明日早速1件応募してみますという人がいたら嬉しいです。私も求人情報誌今夜読み込むよ。ものは試しです。今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。あなたのバイト探しがうまくいきますように。またね。